これは本当に、大谷翔平なのか。球場全体が息を飲んだ、その瞬間だった。アリゾナ、ダイヤモンドバックスとロサンゼルス、ドジャースが激突するナイトゲーム。試合開始の数時間前からスタンドは異様な熱気に包まれていた。全米中継、日本のスポーツ専門局、そして世界中の野球ファンが、この一戦を固唾を飲んで見守っている。しかし、この日最大の注目はチームの勝敗ではない。すべての視線は、一人の男に集まっていた。大谷翔平。ここ数試合、好調を維持しながらも、まだ本来の姿ではない、と言われ続けていたスーパースター。その言葉が正しいのか、それとも今日すべてを覆すのか、誰もが期待と緊張を胸に、彼の一挙手一投足を見つめていた。試合前のブルペン、キャッチャーミットに突き刺さる速球の音が、静かな球場に響く。速い。ダイヤモンドバックスの打撃コーチが思わずつぶやく。150キロ台後半のストレートに鋭く落ちるスプリット、横に大きく逃げるスイーパー。そのどれもが信じられないほど切れている。実況席でも驚きの声が上がった。今日のボールは別格ですね。いつもの大谷投手というより、何か新しい武器を手に入れたような印象です。一方、日本の中継ブースでも解説者が静かに語る。今日は歴史的な試合になるかもしれません。午後7時10分、プレーボール。先行はダイヤモンドバックス。マウンドへ向かう大谷翔平に、5万人を超える観客が総立ちで拍手を送る。SHOHEI、MVP。スタジアムが大合唱に包まれる。第1球。ズバン。外角低めいっぱいへ突き刺さる完璧なストレート。球審の右手が勢いよく上がる。ストライク。場内がどよめいた。2球目は鋭く沈むスプリット。空振り。そして3球目。高めの速球。打者のバットは空を切った。3球三振。実況席が思わず叫ぶ。なんという立ち上がりでしょう。ベンチのロバーツ監督も小さくうなずきながら腕を組む。今日は何かが違う。続く2人目。カウントに、2からスイーパー。外へ大きく逃げるボールにバットは届かない。連続三振。ダイヤモンドバックスのベンチにも緊張が走る。球筋が見えない。タイミングが全く合わない。そんな声が飛び交う。3人目は粘りを見せる。ファウルで何球も食らいつき、スタンドから拍手が送られる。しかし最後は外角いっぱいへの100マイル近いストレート。見逃し三振。3者連続三振。ドジャースベンチが一気に盛り上がった。その裏、今度は打者、大谷翔平の時間がやってくる。1番、指名打者。スタンド全員が立ち上がる。ダイヤモンドバックスの先発投手は深呼吸を繰り返す。初球は絶対に甘く入れるな。ベンチからサインが送られる。第1球。外角いっぱいへの速球。ストライク。続く2球目。低めの変化球。大谷は見送る。カウント1、1。3球目。少しだけ真ん中へ甘く入った。その瞬間だった。カキーン。乾いた快音。打球は一直線にセンター方向へ伸びていく。外野手は振り返るしかない。入るぞ。実況席が立ち上がる。打球はバックスクリーンに一直線。ホームラン。スタジアムが一周静まり返った後、爆発するような歓声に包まれた。大谷翔平、第一打席で先制ホームラン。ドジャースナインがベンチ前へ飛び出す。笑顔のフリーマン。拳を突き上げるベッツ。ロバーツ監督も思わず笑みを浮かべる。日本の SNS では、今日は何か起こる。完全にゾーンへ入っている。という投稿が一気に拡散。アメリカの実況席でも、信じられない。という声が漏れる。試合はそのまま2回へ。大谷は投げても圧倒的だった。速球、スプリット、スイーパー。すべてが思い描いたコースへ決まる。4回終了時点。奪三振はすでに8個。ダイヤモンドバックス打線はほとんど前へ飛ばせない。どう攻略すればいいんだ。相手ベンチの表情には焦りが広がる。しかし野球は最後までわからない。5回表。先頭打者がついにヒットで出塁。さらに四球。無四地。二塁。ここで球場の空気が変わる。ダイヤモンドバックス応援席から大歓声。ここがチャンスだ。ドジャースファンは静まり返る。マウンド上の大谷は一度だけ深呼吸をした。捕手がタイムを取り、ゆっくりと歩み寄る。ベンチではロバーツ監督がブルペンへ視線を向ける。投手コーチもフェンスにも垂れながら静かに試合を見つめる。ここで流れを渡せば、
試合は一気に相手へ傾く。だが、この日の大谷はまだ誰も見たことのない姿へと変わろうとしていた。次の打者がゆっくりと打席へ入り、球場中が固唾を飲んで見守る。運命を左右する一球が、今まさに投じられようとしていた。5回表、無視1、2塁。球場を包み込んでいた歓声は、いつの間にか張り詰めた静寂へと変わっていた。ダイヤモンドバックスにとっては、この試合最大のチャンス。一方、ドジャースにとっては、ここで流れを失えば勝敗を左右しかねない最大の危機だった。マウンド上では大谷翔平がゆっくりと五陣バッグを握り直す。キャッチャーはミットを高く掲げ、静かにうなずく。一球ずつ行こう。その表情に焦りはない。第一球。外角いっぱいへ鋭く伸びるフォーシーム。ストライク。球審のコールと同時に、スタンドから大歓声が巻き起こる。続く2球目は、同じ軌道から一気に落ちるスプリット。打者のバットは空を切った。カウント0、2。追い込まれた打者は必死に食らいつこうとする。ファウル。またファウル。粘るたびにダイヤモンドバックスファンが手拍子を送り、ドジャースファンも負けじと、SHOHEI、コールを響かせる。そして7球目。外角低めへ鋭く曲がるスイーパー。空振り三振。場内が爆発した。なおも一死一。二塁。続く打者は長打力を誇る4番。ベンチからの、ここで決めろ、という声が飛ぶ。実況席も緊張を隠せない。この打席が今日の試合を左右するかもしれません。初球は154キロのストレート。ファウル。2球目は高めへ釣り球。空振り。3球目。キャッチャーが外角いっぱいへミットを構えた。大谷は大きく振りかぶる。投げた。打者がフルスイングする。しかし、バットはボールの下を通過した。3球三振。スタジアムは地鳴りのような歓声に包まれる。そして最後の打者。カウントに、2。渾身のストレート。見逃し三振。無視1。二塁から三者連続奪三振。大谷は拳を小さく握るだけだった。派手なガッツポーズはない。その静かな姿が、かえって圧倒的な存在感を放っていた。これがエースだ。実況席から自然に言葉が漏れる。ベンチへ戻ると、フリーマンが笑顔で肩を叩く。メッツの、最高だ、と親指を立てた。そして迎えた5回裏。再び大家の打席。スタンド全員が立ち上がる。ダイヤモンドバックスのバッテリーは完全に警戒していた。初球、内角への速球。モール。2球目、外角低めへのチェンジアップ。見送る。カウントに、0。歩かせてもいい。そんな空気さえ漂う。しかし3球目、ストライクを取りに来たボールが、ほんのわずかに甘く入った。その瞬間、カキーン。打球は高々と舞い上がる。レフトが一歩も動かない。センターも見送るだけ。実況が絶叫する。入った2打席連続ホームラン。ドジャースベンチは総立ち。大谷は静かにダイヤモンドを一周する。観客席では子供から大人まで総立ちとなり、MVP、コールが止まらない。日本ではスポーツニュースの速報テロップが次々と流れ始める。大谷翔平、2打席連続アーチ。SNS では、怪物が目を覚ました。今日は何本打つんだ。という投稿が急増。アメリカの実況席でも興奮は最高潮だった。今夜、彼を止められる者は誰もいない。試合は中盤を超え、ドジャース打線も勢いづく。フリーマンのタイムリー、スミスの犠牲フライ、追加点が入り、リードは広がる。しかしダイヤモンドバックスも簡単には終わらない。7回表、ヒットと四球で再び得点圏。ここでも大谷はマウンドを譲らない。渾身のストレート、切れ味鋭いスプリット、そして最後は外角いっぱいへ決まるスイーパー。ストライク3。この日12個目の三振。球場全体がどよめいた。実況席が思わず叫ぶ。7回を投げ切って12奪三振。まさに支配という言葉がふさわしい内容です。ロバーツ監督はベンチ前で大谷を迎え、力強く握手を交わす。スタンドからは割れんばかりの握手。観客の誰もが、この試合が特別な夜になっていることを感じ始めていた。だが、大谷の物語はまだ終わらない。7回裏、ドジャースは連打で満塁のチャンスを作る。西満塁。スコアはまだ決して安全圏とは言えない。そこで場内アナウンスが響く。バッター、翔平、大谷。一瞬にして5万人を超える観客が総立ちとなる。
3打席連続ホームランなるか。実況席の声は震えていた。ダイヤモンドバックスはタイムを要求。監督、投手コーチ、内野手全員がマウンドへ集まる。敬遠か、それとも勝負か。球場全体がその決断を見守る。数十秒後、監督は静かにうなずいた。勝負だ。スタンドからどよめきが起こる。大谷はゆっくりとバットを構え、相手投手をまっすぐ見つめた。一球で歴史が変わるのか、それとも、この怪物を止めることができるのか。誰も瞬きをしようとはしなかった。西満塁、ドジャースタジアムには、それまで感じたことのないほどの緊張が漂っていた。スコアボードには、7回裏、2アウト、満塁。打席には大谷翔平。そして球場全体の視線は、ただ一人の男へと注がれていた。実況席のアナウンサーが静かに口を開く。もしここで一本出れば、この試合は永遠に語り継がれる物語になるかもしれません。ダイヤモンドバックスのベンチでは、監督が腕を組んだまま微動だにしない。投手コーチは最後の確認を終え、マウンドの投手へ一言だけ伝えた。恐れるな。自分のボールを信じろ。スタンドでは、ドジャースファンが総立ちになり、SHOHEI、SHOHEI という大合唱が夜空を揺らす。一方で、ダイヤモンドバックスファンも懸命に声援を送り返し、球場はまるでポストシーズンの第7戦のような熱気に包まれていた。大谷はゆっくりと右足で打席を整え、深く息を吸う。その表情に迷いはない。第1球、外角いっぱいへのフォーシーム。見送ってボール。スタンドからどよめきが起こる。第2球、鋭く落ちるスプリット。大谷はバットを止める。ボール。カウントに、0。バッテリーは顔を見合わせる。歩かせるか。ベンチでも意見が分かれる。しかし、満塁で押し出しは許されない。逃げることはできなかった。第3球、内角高めへの速球。ストライク。続く第4球。ファウル。カウントは2。球場中が静まり返る。実況席からの言葉が消えた。誰もが、この1球を待っている。キャッチャーが外角低めへミットを構える。投手は首を振る。もう一度首を振る。そして、3度目で静かにうなずいた。大きく振りかぶる。渾身の1球。154キロのフォーシームがホームベースへ向かって一直線に伸びる。その瞬間だった。カキーン。球場全体を揺らすような衝撃音。打球は信じられない角度で舞い上がる。レフトが振り返る。センターの追う。ライトまで視線を向ける。しかし、誰一人として走ることを途中でやめた。その打球は、夜空へ吸い込まれるように伸び続ける。実況アナウンサーが絶叫する。入った満塁ホームラン。3打席連続ホームラン。ドジャースタジアムは大爆発。5万人を超える観客が一斉に立ち上がり、地鳴りのような歓声が響き渡る。ベンチからはフリーマン、ベッツ、スミス、テオスカー、エルナンデスらが飛び出し、ホームインを待ちきれない様子で笑顔を浮かべる。ロバーツ監督は両手を高く掲げ、何度もうなずいた。信じられない。その言葉しか出てこなかった。大谷は静かにダイヤモンドを一周する。一塁を回ると、スタンドから降り注ぐ拍手。二塁ではチームメイトがベンチから身を乗り出して歓声を上げる。三塁では空いてない足までもが苦笑いを浮かべ、その打球の飛距離を見つめていた。そしてホームベースを踏んだ瞬間、ドジャースナインが一斉に駆け寄る。ヘルメットが宙を舞い、ベンチ前は歓喜の輪に包まれた。スコアボードには新たな数字が刻まれる。この試合、大谷翔平は3打席連続ホームラン。その最後は試合を決定づけるグランドスラム。さらに投げては7回12奪三振。そして驚異の10打点。まさに一人で試合を支配した夜だった。試合終了の瞬間、スタンドの誰一人として席を立とうとはしない。観客は歴史の証人になった喜びを胸に、いつまでも拍手を送り続ける。ダイヤモンドバックスの選手たちも整列すると、大家へ静かに敬意を示した。敵味方を超えて称えられる姿に、球場は温かい空気に包まれる。試合後のインタビュー、ロバーツ監督は笑顔で語った。今日の彼を言葉で表現するのは難しい。マウンドでも打席でも、すべてが世界最高レベルだった。フリーマンも笑いながら話す。ベンチから見ていても鳥肌が立ったよ。彼が打席へ向かうたびに、何かが起きると本気で信じていた。敗れたダイヤモンドバックスの監督も潔く認める。乾杯だった。
どんな作戦を考えても、今日の彼には通用しなかった。試合終了から数分後、アメリカのスポーツ専門局ではこの試合がトップニュースとして速報で伝えられる。解説者たちは口々に語る。まるで映画の主人公だ。野球という競技の可能性をもう一度世界へ示した。今日のパフォーマンスは長く語り継がれるだろう。日本でも深夜にもかかわらず関連ワードが一気にトレンドを席巻。SNS には数えきれないほどのコメントが投稿された。これだから大谷翔平を応援するのをやめられない。夢を見ているような試合だった。子供たちに見せたい最高の野球。球場の照明が少しずつ落ち始めても、多くのファンはスタンドに残り続ける。グラウンドを見つめながら、今日という特別な時間を心に刻んでいた。一人の選手が投げ、打ち、流れを変え、球場の空気を支配する。それは数字だけでは決して語れない。歓声、緊張、期待、感動、その全てが重なり合って生まれた。一夜限りのドラマだった。そして人々は、この夜をきっと忘れない。スタジアムを揺るがした3本のホームラン。7イニングを支配した圧巻のピッチング。最後まで諦めずそよい抜いた両チーム。その全てが、一つの伝説として語り継がれていく。野球は、時として現実を超える物語を生み出す。だからこそ、人は今日もまたボールパークへ足を運ぶ。次の奇跡を信じて。